今回設置した場所っていうのが新潟市内の山井からしこども園さんっていう場所なんですけども、自然環境保育を取り入れて自然の大切さを子どもたちに感じてもらおうっていう素晴らしい保育園さんなんですよね。園長先生と理事長先生とお話をしながらどんな世界観がいいかなっていうのを練っていったんですけども、水中と水上だけではなくてどちらの世界観も合わさったアクアテラリウムっていうものが一番園にふさわしいんじゃないかなということで、最終的にアクアテラリウムという水槽になりました。設置する場所っていうのはもともと設計図の中で決まってたんですけど、かなりちょっと狭い特殊な場所でサイズも長いんですね。2メートル40センチの特注のキューブガーデンを使用しました。特注の2メートル40センチっていう水槽をその狭い場所に入れないといけない。あとは重さもかなり重いので、ガラスになるともう人の手で、スライドをさせて入れるっていうやり方でしたね。かなり緊張しながら、搬入の方をしていきました。水位は固定なんですけど、もうちょい低くしたいかな。なんか水中はいろんな魚入れて、水上の部分もいろんな植物入れて、植物図鑑と魚類図鑑、魚図鑑も見れるような、そういう水槽にしたいなって。自分もやっぱ小さい時から生き物っていうのがすごい好きで、保育園に通ってる時に保育園の園庭にあった樹木とかそういったところにいた虫とか、あと植物とか、そういうのを見た時にすごいワクワクドキドキしてたんですよね。そういうワクワク感やドキドキ感っていうのを子どもたちにやっぱり感じてもらいたくて、自分もそういう子どもの頃の思いっていうのを思い出しながら、制作に当たってみました。その時にやっぱり子どもたちの目線になって作るのがやっぱり一番だろうなっていうのはあって、もともと水槽自体もちょっと低い位置にはあるんですけど、子どもたちと同じ目線になるようにしゃがんでみて、3歳児だとこれくらいだろうなとか5歳児だとこれくらいだろうなっていうふうに、小さい子が育っていった時に目線が変わる、その面白さですね、そういったところも考えながら作りました。まず3番せーの、はい。そのままちょっと上気をつけてね。鍋が下に持ってきてるまで。3枚入れようかな。もう2枚下に入れたい。特注の2メートル40センチの水槽だったんですけども、奥行きがそこまでないっていうことで、特注の雲山石をそれ用に作りました。サイズ的には XXL のサイズではあるんですけども、厚みを抑えた、なるべく薄めに高さを高くした特殊なサイズっていうのを私の方で図面を描いて作りました。ある程度これはどこに置こうっていうのは決めてたんで、傾きとかあと微妙な高さっていうのはその場でやってみないと難しいんで、実際に傾けて勢いを出したりっていうのはもう本当その場の作業になりましたね。で渡辺側に頭をもう思いっきり倒す。はい、そこどうだろうな。そこで固定できるよ。いいかな。間に何か入れる。いいかな。すごいスペースが結局起こしても後ろに石入りまして。でかい。入りますかね。入らないな。ここがこんな大きいですけど。いいじゃない。軽かった。すっげえ軽かった。すっげえ軽かった。サンゴみたいな。もう少しやる。大丈夫です。こっちから。よいしょ。はい。ちっちゃいのが当たってます。それでちょっと手前に来るじゃないですか。今。いいね。そうね。石がいい。はい。これもいいな、これで。
雲山石はもうあらかじめ忍苔とか水上の苔をもう活着させた状態で1ヶ月ぐらい養生してそれを持っていきました。っていうのもやっぱりその園にその水槽を収めてから子どもたちが入ったり、先生たちが見るまでの時間っていうのがもう本当になくて1週間2週間ぐらいでもう、子どもたちが見るんでなるべくこう早く植物が馴染んでる状態っていうのを作りたかったっていうのはありました。それでそれがいい。それがいい。長いっすね。長い。こういうのありってなってる。なんか一気に原始的な感じになった。ただやっぱりここにその水上の植物がつくことによってまた変わってくるんで、雲山石だとやっぱりぶら下げるところが少ないんだよね。これやることでそのネペンテスとかあの辺のちょっとぶら下がる感じがいろいろ表現できるから、で入り江がそこにもあって、そこにもともとは雲山石だけで組む予定だったんですけど、その23日前ぐらいかな、急にちょっとね面白い、流木をちょっと見つけて、ちょっとやっぱ雲山石だけだと、黒いこうシルエットっていうか影だけになってしまいがちなので、何かこう面白い造形的なところを取り入れたいなって思って、急遽だったんですけど、もうその流木自体はもう全然どう入れるかっていうのは決めてなくて、4本かな、4本の流木を、その場で入れてみたんですけど、最終的には成功だったかなって思います。その流木の下に入れて立てる。一回動かしますよ。で一番左まで。左までだけど、左の上の方は。パワーサンドとソイドが入る。パワーサンド一つ開ければいいと思うよ。ありますね。端っこの方はそんなに入れなくて。あとはここの後ろ、ちょっとあるんだけど、石をある程度細かいの積んでって、バビクサのラゲナンドラみたいなものが